んにちは、ホーズライフです。もう年末ですね。今年も終わりが近いんだなと感じることが増えてきました。この時期になると必ず聞こえてくる言葉が大掃除。正直私は大掃除が大の苦手です。それこそ年末なんて掃除しなきゃって言い続けながら、結局大して掃除をせずに汚い部屋で除夜の鐘を聞く。掃除って本当に苦手って思っていたんですが、そんな私でも家をきれいに保てるようになってきました。掃除イコール頑張るイベントではなくなってきた。これは私自身が努力したとか何かを克服したというわけではありません。楽をする方法を見つけただけです。今日は掃除を楽にするためにやってよかったこと5つをお話ししてみたいと思います。1つ目、どう置くか。大掃除の時に毎回ここ大変だなとか面倒だなって思う場所ありませんか？もし当てはまる場所があるなら、それは楽を見つけるいい機会かもしれません。例えばキッチンってちゃんと掃除しようと思うと本当に大変ですよね。何なのかわからないドロドロ、細かいカス、細々としたものを一つ一つ取り出して取ったり拭いたり。だけどこの面倒な掃除、大変な理由は汚れそのものだけではないかもしれません。やってよかったことはどう置くかを意識するようになったことです。おすすめは2つ。1つ目はこれです。直置きを減らすこと。例えば調味料とか道具、掃除をするたびに一つ一つ溶かさないといけないって、それだけでかなりの手間になりますよね。やっていらっしゃる方も多いかもしれませんが、種類ごとにケースに分けて収納する。これやってよかったです。正直初めはケース一つでそんな変わるって思っていたんですが、これが思っていた以上に良かった。ケースに入ってるだけで一度にまとめて動かせるようになるので、例えば今日はこのケースだけにしようとか、ちょこっとずつ必要なところだけ小分け掃除ができるようになりました。掃除のハードルがぐんと下がった。うっかり何かをこぼしてしまった時も、後でやろうじゃなくてその場でささっと拭くようになる。置き方一つで掃除習慣が変わるということを知りました。そしておすすめ2つ目は、使用頻度で場所を分けること。我が家では3つにカテゴリー分けをして場所を分けています。見えるところに出して OK なのはカテゴリー1のもの、よく使うものかつ緊急度の高いものは出しておいてよし。カテゴリー2はよく使うだけど緊急度の低いもの、これらは全部収納です。ですがよく使うのでさっと取り出せる場所に置くようにしてます。残るカテゴリー3は使用頻度が少ないものです。これも全収納。例えば備蓄とかが多いですかね。使う頻度が少ないので棚の上の方に置いています。使用頻度別にすると何がいいのかと言いますと、よく使う場所、よく開ける場所のものが最小限になったので掃除がしやすくなった。ついでに使いやすくもなりました。2、当たり前のもの。一見便利そうなもの、あって当たり前って思っているもの。だけど実はそれがあることで掃除の手間が増えている。そんなこともあるかもしれません。
例えば洗面所やキッチン、お風呂の排水口カバー。我が家にはもともとなかなか立派なカバーがついていましたが、見た目はいいものの掃除が面倒でした。思い切って外してみたら掃除にかかる時間が半分以下に。それから浴槽の蓋を手放し、浴室の椅子もさよならしました。物が減るとこんなに楽なんだってなんだか味を占めてしまって、最近はついにシャンプーやボディーソープのボトル類も手放しちゃいました。今はこのマルセイユ石鹸一つ全身を洗ってます。なんか修行中のお坊さんみたいですね。ここまで減らす必要はないと思いますが、当たり前の顔をしてそこにあるものに疑問を持ってみる。もしかしたら思わぬ発見があるかもしれません。物だけでなくて機能にも目を向けてみるのがおすすめです。当たり前にある便利機能をあえて使わない。例えば冷蔵庫の自動製氷機、使うのやめました。自動で氷ができるのでとっても便利なんですが、どうしても定期的に掃除が必要なんですよね。あれこれ取り外したりして洗うって私にはちょっとハードルが高い。今ではお手入れが楽な100均の製氷トレイを使っています。ライフスタイルとか価値観にもよると思いますが、洗濯機の自動投入機能もやめました。これ何かと言いますと、洗剤をこの中に入れておくと自動的に必要な量の洗剤で勝手に洗ってくれるというとても画期的な機能なんですよね。その反面お手入れが大変でした。自分の手で洗剤を入れる方が楽だなと思い便利を手放しました。皆さんもこれを減らしたら掃除が楽になったよというものとか機能ありますでしょうか。もしあったらぜひ教えてください。3. お掃除アイテム。年末になると掃除道具が増える。我が家のあるあるでした。掃除アイテムを揃えたその時はこれで完璧って思うんですが、年が明けてみるとそれらはほとんど使われないまま、数ヶ月後気づけば何層ものホコリをかぶっている。大掃除のためだけに存在している道具、とっても多かったです。もう増やすのはやめました。できる限りアイテムを最小限にしてみた。私の基準はとてもシンプルです。これ来年使うかな？日常の掃除で自然と手が伸びるかな？そんな風に考えてみて、答えが曖昧なものは手放す。特に減らしてよかったのは場所ごとの専用洗剤です。今常備しているのはこの4つ。重曹、クエン酸、酸素系漂白剤、塩素系漂白剤。これ実はお話しするたびに3つになったり4つになったりバラバラなことを言っているんですが、日々調整しながら生きております。でも大事なのは数ではなく場所ごとに洗剤を分けすぎないという考え方です。同じ洗剤を家中で使う。もし粉系の洗剤が苦手って思われるようでしたら、この2つにしてみるのはいかがでしょうか。中性洗剤のスプレー1つと塩素系の洗剤を1つ。洗剤を減らして分かったメリット。掃除を始めるまでの時間が短くなった。洗剤どこに置いたっけ？どれ使えばいいんだっけ？って掃除前の迷う時間がすごく長かったんですよね。一つの洗剤を頻繁に使うようになったら、なんというか塩と砂糖を使い分けるくらいの感覚で扱えるようになってきました。迷う時間ゼロ。そしたらこの隙間時間に掃除しちゃおうって思うことが増えたんですよね。多分私は掃除が面倒だっ
ったのではなく、迷う時間が面倒だったんだなって最近になって気づきました。4つ目、わざわざ。掃除は時間を作ってまとめてやるもの、そう思ってました。今日は無理、また今度。先送りしているうちに汚れがどんどん溜まって掃除が大変になっていく。全然やる気が出ない。だけど掃除がしんどい理由はやる気の問題ではなかった。わざわざやろうとしていたからやる気が必要だったんだと思います。わざわざではなく、ついでに変えていく方が私はずっと楽でした。トイレに入ったついでに、シャワーを浴びたついでに、手を洗ったついでに、化粧をするついでに、掃除をするというよりもいつもの動作の延長という感じです。はじめはこまめにやるなんて無理無理って思っていたんですが、実際にやってみたら合ってたんですよね。大掃除でこびりついた汚れを全力で落とすよりも、数%くらいの少ない力でちょこっとずつ掃除する方がよっぽど楽に感じます。ここでのマイルールは1秒で始めることです。掃除アイテムをさっと手の届くところに置くようにしています。扉を開けない、引き出しを開けない。さっと手の届くところにあると、ここが汚いって思った次の瞬間には手を動かせる。気づいた時には終わってる。そんな風に小さなついでを日常に溶け込ませていったら、気合を入れなくてもいつもなんとなく綺麗。大掛かりな掃除をしなくてよくなった。ずいぶん楽になりました。掃除のための片付け。掃除と片付けは違うらしい。片付けと整理も違うらしい。正直なところ、そんな細かい違いどうでもいいよって以前の私は思ってました。なんですが、この違いを知ったら一つはっきり分かったことがありました。私が掃除だと思ってやっていたこと、そのほとんどが片付けと整理だったんです。私が掃除でまず取り掛かっていたのは、置きっぱなしの山を片付けることでした。後で見ようと思っていた書類とか、読みかけの本や雑誌、出しっぱなしの文房具、それらを片付け、仕分けして戻したり悩んだり、肝心の掃除までなかなかたどり着いていなかった。そりゃ大変だったわけだなって、なんだかストンと腹落ちしました。ここでのポイントは一つ。掃除のための片付けをいかに減らすかです。そのために必要なのは、置きっぱなしを生まない環境を作ること。これが鍵だと感じています。まだ試行錯誤中ではありますが、私が取り入れてよかったこと2つあります。まずは動線の見直しです。置きっぱなしにしてしまうものって大体決まってませんか？郵便物やチラシ、レシートやポイントカード、スマホとかメガネ、リモコン、バッグ、外したアクセサリー。こんな風につい置きっぱなしにしてしまうのは、忙しいから、疲れてるから、ズボラだから、ずっとそう思ってました。ですが、動線を見直したら解決できたことが結構あったんですよね。帰宅後の動線変えました。以前の私は外出して帰ってくると、バッグはテーブルに置く、ポストに入っていた郵便物はとりあえずこの辺に、ポケットから出てきたレシートもそのあたりに、そしてそのままソファーにダイブ。落ち着いた頃にふと部屋を見渡すと、あれ汚い、
だけどもう片付ける力は湧いてこない。動線を変えた今はこうです。家に帰ったらまず動線上のクローゼットを開ける。バッグの置き場をこの中に作りました。ここに置いたらハンカチと水筒を取り出して新しいハンカチに差し替えておく。これだけで次の外出がスムーズになりました。郵便物はリビングに入るまでの数秒で要不要を判断します。時間勝負です。そして不要なものはそのままゴミ箱へ、必要なものはここバッグ置き場の後ろに貼っておきます。毎日開けるので存在を忘れることがないです。ポケットに溜め込みやすかったレシート、ほとんど出てこなくなりました。お会計が終わったらその場で家計簿アプリに入力。レシートはその場で捨ててしまいます。ソファーにダイブするまでの時間はほんの数秒しか変わってないと思います。動線上にしまう場所を作っただけ、だいぶ散らかりにくさが変わりました。それからもう一つ、心からやってよかったと思うのがこれです。好きな空間を少しずつ増殖させていくこと。物を買うときに安いからとりあえず間に合わせで、そういう理由で選ぶのをやめました。毎日手に取るものほどこだわってみる。これ好きだなって思えるものだけに少しずつ家の中のものを厳選していきました。この一角好きかもなとか、このスペースいい感じになってきたんじゃないかなって、だんだん好きな空間が増えていったんですよね。そんな空間が増えていくと、掃除しなきゃじゃなく、この心地よさを保ちたい、そんな気持ちに変わっていきました。今でも掃除は得意ではないけど嫌いではなくなった。毎日の日常に自分の好きを散りばめていく効果は想像以上に大きいなって感じています。ここまでご覧いただきありがとうございます。またぜひ遊びにいらしてください。それではまたお会いしましょう。